さあ皆さん、こちらなんですけどね、何かご存知でしょうか。里芋かな、生姜にはちょっと見えないかなというね、菊芋というものなんですね、はい、今大変注目されておりまして、栄養価が高いスーパーフードと呼ばれています。今日はこの菊芋を徹底追跡しました。地元産の野菜が並ぶコープ札幌のご近所野菜コーナーです。ありました、菊芋です。一般的な野菜売り場にはあまり見かけないんですけど、こうした生産者直売コーナーや道の駅などに置かれることが増えています。ところで皆さん、ご存知なのでしょうか。これ何かご存知ですか。里芋でしょ。違うの。里芋のようにも見える生姜ですか。菊芋ってこういうのでしたっけ。はい、そうです。菊芋です。食べたことはないんですけど、そんな中、菊芋をまとめて買われる方を発見。今は2個買いました。いつもなくなりそうだったらもうまとめて買っちゃうんですけど、3食必ず少しずつ食べるようにしてます。お店ではお客様アンケートでも菊芋を入れてくれてありがとうとか、もう少し入れてなどの声が寄せられていました。ご存知の方もたくさんいらっしゃる。はい。すでに菊芋が人気のカフェもあります。カフェで、はい、こちらは札幌中央区にある自然食カフェ俺のゆうこりんさん。石山通り沿いにありますよね。そうなんですよね。お店の名前はオーナーのお母さんにちなんだ名前なんだそうですが、店の一番人気のメニューがこちら、アフタヌーンティー菊ランチなんです。下の段は日替わりのおかずとデザートなんですが、上の段が菊芋を使ったメニューになっていまして、左から菊芋茶ご飯、菊芋チップスの漬物、菊芋きな粉の和え物なんです。で、実はこちらのお店では菊芋のお茶やきな粉なども販売していまして、料理はこの加工品を使っているんです。オーナーの中浜さんのご家族が菊芋きな粉を食事に取り入れてから体調の悩みが改善したことがきっかけだったんだそうです。何せお通じがすごい良かったんですよ。で、私の中ではもうこれは本物だと、もう確信というか、もう菊芋を推していきたいっていう気持ちがもうより強くなりましたね。で、菊芋茶ご飯なんですけども、これ菊芋茶の茶殻を取り出しまして、はい、で研いだ米と出汁と一緒に炊いているんです。まず菊芋茶ってのがあるんですね。そうなんですよ。ほんのり茶色のご飯になります。菊芋って私食べたことなかったんですけど、全く癖がなくって、逆に白いご飯よりなんていうかな、コクがあるというか、優しいお味でとっても美味しいですよ。さて、菊芋は北アメリカ原産のキク科の作物です。日本では第二次世界大戦時の貴重な食料でもありました。しかし、がぜん注目を浴びるようになったのは近年のことで、さまざまな加工食品も生まれているんです。では一体なぜ注目されているのか。札幌保健医療大学客員教授の荒川義人先生に教えていただきました。芋といってもですね、普通のじゃがいもとかさつまいもと違って特別な成分がたくさん入っていて、これが非常に健康にいいということが最近注目されているんですよね。その成分はイヌリンという成分なんですけれども、水に溶けやすい食物繊維という成分で、ドロドロっとするんですけれども、例えば糖分と一緒に摂るとその糖を包み込んで糖の吸収を抑えてくれる、血糖値はあまり上がりにくいかなという働きがありますし、そもそも消化されにくいのでお腹の中で、腸内細菌やなんかも餌になってですね、いわゆる善玉菌というやつを増やしてくれるんですよね。そうするとお腹の調子も良くなりますし、免疫が高まったりいろんな病気の予防につながるということがあってですね、非常に注目されているんですよね。イヌリンという成分はごぼうとか玉ねぎとかですね、チコリーとかそういったものにも含まれているんですけれども、圧倒的に菊芋が多いというふうに言っていいと思いますね。
しかも菊芋はじゃがいもの半分しかカロリーがないんです。ということで低カロリーで血糖値の上昇を抑える働きを持つことが大いに注目されているというわけなんですね。で、気になるのは味だと思いますが、菊芋は生でも炒めても揚げても煮ても食べられるんです。で、豚汁とサラダをちょっと用意してみましたので、福永さん豚汁を、ありがとうございます。はい、で村雨さんサラダを、はい、ちょっと食べてみてください。生でも食べられるんですね。そうなんです。そこが大きな特徴の一つですね。これ私豚肉を食べたらちょっと趣旨と違いますよね。菊芋食べてくださいね。はい。こういう食感なんですね。はい、ちょっとあんまりない食感でしょ。生だとシャキシャキとしたというか、もう歯切れのいい、どちらかというとこう長芋のような入り方で、そこまでねっとりしてる感じじゃないんですけど、美味しいです。僕も勝手に里芋に近いのかと思ったらそうではなくて、なん独特なんのて言ったらじゃがいもでもないし。大根の食感ね、なんかいろんな新しいですよね。ごぼうだとか味に癖もないですし、いろんなことを言う方がいらっしゃいますけれども、癖がないのがね、大きな特徴だと思います。さて、今この菊芋、道内各地に栽培が広がっていますが、この菊芋に情熱を注ぐ方たち2カ所取材してきました。北海道に菊芋を広げようと力を注いでいる方がいらっしゃいます。札幌の老舗の蕎麦屋さん、長明庵の森清さんです。長明庵は脱炭そばの店として有名ですが、森さんは菊芋の普及にも力を注いでいまして、2020年には自ら呼びかけ人になって北海道菊芋生産者協議会を設立し、菊芋を広める場を作りました。いろんな学者の方から聞くとすごく機能性も高くてですね、体にいいってことなんでちょっと定着させた方がいいかなと思ったんですよね。自然でできるものがやっぱり体に一番適合していると思うので。お店では自社農園で育てた菊芋とオリジナルの菊芋商品も販売しているんです。これがまず長明庵さんの畑で採れた菊芋。生の菊芋になりますね。菊芋そのものも売っていて、はい、でここからいろんな加工品ができている。そうですね。お茶にパウダーにチップスでお蕎麦にもなってますね。私蕎麦屋なんでね、これは一番最初にイメージとしてこんな感じがいいかなと思って作った商品なんですよね。そしてこれ下に美味しそうなどら焼きもあるんですね。そうですね。どら焼きはもうすごく人気で、毎日出ない日ないっていうぐらい結構出てますね。はい、といろんな商品が買えるんですが、実はお店でいただくことのできる絶品の味というものもありました。これが菊芋の粕漬けになりますね。すごい。もういい香りがしてきました。こんな感じで。すごいすごいすごい。はい。2週間経つとですね、こんな感じになるんですよね。はい、これは菊芋を2週間塩漬けした後、粕床に漬け込んだ保存が効く漬物なんです。で、長明庵さんではこの粕漬けをランチセットや丼物につけていらっしゃいます。で、この日は日替わりランチの親子丼セットに添えられました。いただいてみます。どうぞ。はい。こういうなんかシャキシャキのね。サックサクですね。そうですね。それでいてこの酒粕の甘みがしっかりと、中に入ってて美味しいですね。ありがとうございます。皆さんおかげさんで美味しいって言ってくれます。本当に美味しい食べ方だなと思ったんですけども、このように菊芋のさまざまな魅力を発信する方がいれば、菊芋で町おこしをと頑張っていらっしゃる方たちもいます。訪ねたのは空知管内の沼田町、北海道の豪雪地帯の一つです。おはようございます。おはようございます。今日は菊芋をはい見せていただきに来ました。はいよろしくお願いしよろします。くお願いします。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。はいどちらに。はい、こちらになります。こっちに。はい。はい。どこに。あここに。ここに入ってます。ここに菊芋が入ってるんですか。はい。はい。大きな重機で雪をはめ始めました。
こちらの HJY さくらは2003年に設立した沼田町の農業法人で、米をメインにさまざまな作物を育てて生産から加工販売までを手掛けているんです。で、菊芋は5年の研究をかけて栽培法を確立し、有機肥料で育てています。秋に収穫し、選別してコンテナに詰め、雪を利用して保存しているんです。さあ、見えてきました。紙体の中に入ってます。すごい。よいしょ。おお、出てきました。はい、ありがとうございます。はい、おお、出てきました。おお、形になってます。はい。おはようという感じですね。そうですね。出てたのでちょっと。そうなんですね。本当に凍ってない。はい。綺麗な状態の。まあ僕らがね住んでるところなんで、なんとかこの雪を生かして、はい。まあだから僕らも利用させてもらってるというか、はい。で、こちらでは生産した菊芋をお茶とチップス、パウダーに加工しています。一部店舗で販売するほか、ネットショップで広く販売しているんです。社長の山岡さんに思いを伺いました。菊芋が皆さんに与えるいい影響っていうのはいっぱいありますので、イヌリンだとかそういういい成分をこう気軽に取れるような、そんな形にした方がやっぱり皆さんにいろいろ広まっていくんじゃないかなっていう思いで。チップス作りをちょっと覗かせていただきました。一つ一つきれいに下処理した後、皮の部分に栄養が多いのでスライサーで皮ごと薄く切っていきます。そして約16時間乾燥させます。はい、もうギュギュッとこう凝縮されて、なんか切り干し大根みたいな感じに、はい、なるんですね。そのまま食べていただくこともできるんですけども、乾燥野菜なので、料理に使っていただくといいかなと。はい。そうなんです。菊芋の加工品を使うとヘルシー料理が簡単にできるんです。どんな風に使うのか、今回料理を教えてくださったのは沼田町役場の佐藤あやめさんです。食農研究員という肩書きを持つ町専属の栄養士さんで、沼田町で頑張る生産者さんのためにメニュー開発などに活躍されています。まず何から教えていただけますか？はい、まずは菊芋チップスの中華風炒めから。はい、まず炒め物です。チップスと肉、野菜、調味料を用意します。で、最初に調味料を全部合わせておきます。こうしておくとより時短料理になるのですが、時間かかるんです。大丈夫ですよ、全然。はい、まあこういう時に限ってフライパンなかなか温まってフライパンも大きいからね、これ。そうですね。温まればもうあっという間です。ごま油を入れて豚肉をよく炒め、そして野菜を入れていきます。今野菜が高いですけども、はい、普段の料理に菊芋をプラスしてあげることで、少ない量でも食物繊維をしっかり取れるのかななんて思いますね。合わせ調味料を回し入れます。そして菊芋チップス入れていきます。はい、はい、最後に入れるんですね。はい、炒める。はい、もうシャキッとした食感を生かすために最後に菊芋チップスを加えて、そして全体に味をなじませるんです。はい、これで出来上がりです。本当にシャキシャキしてますし、乾燥させたからでしょうか、菊芋の甘みが強まって、はい、とても美味しかったです。そしてもう一つ、菊芋チップスの酢の物も進めてくださいました。これもすごく簡単で、合わせ酢を作った中に、わかめとちくわと菊芋チップスをそのまま投入します。混ぜ合わせて10分ほど置けば出来上がりなんです。食感全然違いますね。酢が染みて、ちょっと柔らかくなって、いろんな楽しみ方ができそうですね。菊芋パウダーはドリンクに混ぜたりお菓子の生地に使うなど応用豊富です。手軽に使って健康をプラスしてと佐藤さんは話していました。
北海道に広がるスーパーフード菊芋、道産野菜の一つとして活躍の場を広げていきそうです。いや低カロリーで体にも良くて味にも癖がなくてって、なんでこの芋を今まで食べてこなかったんだっていう気になっちゃいましたね。そうですね、スーパーで見かけることはあったんですけど、どういうふうに食べていいかが分からなかったんで、こんなにいろいろな食べ方があるんですね。いや本当にそうですよね。で栽培もね北海道に適してるんですね。気候的にも大地の広い北海道にも合ってるということで、ね、どんどん広まってほしいなと、はい、思いました。はい。これからちょっと菊芋にも皆さんぜひご注目ください。